今日はほうじ茶ラテにします。昨日と同じように与平沼公園に来たんですけど、今日は逆側というか、いつもと違う側から来てみました。散歩がてらなんかこうウッドデッキみたいなのがあって、ここずっと行くとびっくりした。お互いにびっくりした。ここずっと行くと山の中に入っていくっていうところです。まだいる。驚いただけで警戒はしてないみたいです。ここで休憩しよう。レイクビューです。なんか起きて部屋の中から見た感じ、もう少し暗かったんですけど、外に出てきてみたら意外にもう明るかったです。ちなみにも4時半過ぎくらいですね。いやでも歩くと暑いな。気温はちなみに25度。なんかずっとここにいますね。睨みを利かしてきてる。なんかね、昨日めちゃくちゃなんか蜂が寄ってきて、結構こう柑橘系というか、なんかこう発火っぽい匂いが嫌いだって調べたら書いてあったんで、ボディシートで体拭いて、あれが結構なんかスーッとする匂いだったんで、あれで逃げていくかなと思ったんですけど、逆にこう甘い匂いをさせると蜂寄ってくるらしく、あれなんかこうスーッとする匂いでもあるんですけど、若干甘い匂いだったんですよね、ボディシートなので、逆効果だった可能性もあるっていう。だから今回は何も匂いつけずに、そして昨日ね、ズボンが黒だったんですよ、下が。なので蜂が黒い色に寄ってくるというのは分かってたんですが、だから下のボトムが黒だったから寄ってきたのかなと思ったんですけど、なんで今日は明るい色を履いてきました。ここにもちょっとね、休憩スペース的なのがあるんですよね。いいっすね。そうだ、これ髪の毛も黒いから、これもね隠した方がいいんじゃないかと思って、帽子とかかぶってこうと思ったんだけど忘れちゃいましたね。だからこれにこの髪の毛の黒さに引き寄せられてくるかもしれないですね。そう、あっち側の入り口からだと意外にも遠いんですよね。自宅側から来た方が近いんですよね、いつもいるところ。
今一瞬だけ映ったけど、今のなんか低い鳴き声って、あれ何の鳴き声なんだろう。めっちゃ気になってるんですけど、正体がわからない。めっちゃクモの巣に、鳴いてる。なんか昨日もここら辺から聞こえたんですよね。何の鳴き声だろう。めっちゃクモの巣に引っかかりながら来たんですけど、到着。あら、これに置いとこう。ではちょっと作業しようかな。よいしょ。ちょっと作業してて思ったんですけど、キーボードカバーつけようかなと思います。この MacBook Air。よくある透明のこの上に被せるタイプのやつですね。なんかここで作業してて思ったのは、結構外で作業すると、いろいろ飛んでくるから、ここら辺に結構細かいのが載ってるんですよ。だからこれがなんかキーボードの間に入りそうだなとか、あと昨日なんか、蜂かセミかわかんないですけど、おしっこをかけられて、なんかそういう液体系とかも入りそうだし、あと普通に結構ね、前使ってた MacBook とか結構ホコリがすごかったんですよ。このキーボードの間とか。で、これなかなかこう外すこともできるかもわかんないですけど、戻せる自信ないし、掃除するの結構大変なんで、キーボード、このカバーをね、買おうかなと思います。これね、なんかね、排熱に悪いみたいな、こっからこう熱が出てくるんですよね。熱がこうこもる問題みたいなのが発生するかもしれないですけど、とりあえずつけてみて様子見ようかなと思いますね。あと、なんかこう、タイピングしたりした時に、結構手の油とか皮脂とか、なんかこう、摩耗したりすると、なんかこう、打ったり、下取りに出したりする時にちょっと影響しそうなんで、それもあって、摩耗というか、経年劣化防止のためにも、役立つんじゃないかなと思いますね。だいぶ明るくなってきましたね。もう結構、どんぐらいだ ?3 時間ぐらいになるかもしれないですね。今、いい感じで、太陽が出てきたんですけど、結構これ、いいライティングじゃないですか。顔に光が当たって。でもこっちちょっと影になりすぎるな。ちょっと、正面。こっち側、どうしても影になっちゃいますけど、いいですね。この自然をバックに。良くないですかこのアングル。なんか久しぶりだな、インカメで撮るの。これなんかたまにインカメで撮ると、これプレビュー見ちゃダメなんですよね。ちゃんとここにあるカメラを見ないと目線がずれてるっていう問題が起こるんで。てかなんかね、いつだっけかな、一昨日ぐらいに久々にダンベル持って筋トレしたら、もうここの、腕がものすごい筋肉痛で痛くて、普通に動かせることは動かせるんですけど、痛いっていう。で、これがね、全然治る気配がないっていう。いつまでかかるんだろう、これ。めっちゃ痛いんですよね。治ってほしいです。めっちゃ痛いんで。というか、Vlog なんですけれども、今、7月の終わりくらいなんですけれども、気づいてる人は気づいてると思うんですけど、めちゃくちゃ前のエピソードを公開してるんですよね。まだね、ゴールデンウィークとかの Vlog を今公開してる状態なんですよ。だから2ヶ月
2ヶ月以上か。下手したら3ヶ月くらい前の、Vlog を公開してるというような状態になってるんですけれども、これね、最近PC を買い替えたじゃないですか。ちょっと太陽隠れてきちゃったね。買い替えたんですけれども、もうね、前の PC も散々 Vlog でも言ってると思うんですけど、前の PC が本当に遅すぎて、まともに編集もできず、もうそれで結構もう、それがもう結構この PC に買い替える手前も結構限界のところまで来ちゃって、もうまともに動画編集もできないみたいな感じで、結構滞っちゃってたんですよね、Vlog の更新が。撮影はしてるんですよ。撮影はしてるんだけど、編集できてないんですね。撮影して、PC に入れて、それで終わりみたいな。だから編集してだから編集しないとアップロードできないんですよ。だから今、2ヶ月ぐらい前の Vlog を編集してるというような状態になってますね。なので、まあ、普通にまともに使える PC が来たっていうことで、そのたまりにたまってる Vlog の素材を今、頑張って編集してるんですけれども、まあ、でも、まともに使える PC とはいえ、PC の性能というより、素材が溜まりすぎてるんで、なかなか追いつかなくて、頑張ってるところですけれども、でも結構今ね、1日2本ぐらい動画を作れてて、どんぐらいだろう。でもね、毎日撮ってないんですよ。最近毎日収録するっていうのを実はやめてて、頻度よりクオリティを重視しようっていう考え方に変わってきたので、だから本当に3日に1回とかぐらいしか撮ってないので、どうだろうな、頑張れば、あと1ヶ月くらい、8月中くらいには追いつきたいな。9月の時点で追いついてるっていうことですね。だから8月中かけて、なんとか追いつきたいなと思っております。頑張ってます。はい。まあ、パソコンの性能は全然いいんですけど、仕事の量が多すぎてっていう感じです。難しいことやってるわけじゃないですね。難しくはないんだけど、ここまで来た。10センチ先まで来て、めっちゃびっくりしましたが、難しいことやってるわけじゃなくて、難しくは、単純でもないですけどね、難しくはないんだけど、作業量が多すぎてっていう感じです。まあ、なのでゆっくりと。まあ、1日2、3本作ればね、9月に入るくらいには追いつくんじゃないかなっていう計画ではいますけど、なんとかお付き合いください。結構前のものを公開してますが。はい。まあ、それでも結構評判とかはいいんで、嬉しいんですけど、まあ、そんな感じです。ここが、わかんなくなる。このボタンが。結局今、7時半なんで、3時間くらいいました。やっぱりね、この木の下ってめちゃくちゃ涼しいですね。今、気温見たら29度とか、もう30度近くあるんですけど、体感ね、この場所は25度とか6度くらいなんですよね。やっぱだからこう太陽が当たってないっていうのが一番大きいと思いますけど。やっぱり日向に出てくるとかなり暑い。シャワー浴びるついでにこいつ洗おうと思います。このラグ、これもね3月ぐらいに買ったラグで、この昨日洗ったラグと同じぐらいのタイミングで買ったんですけれども、多分これも汚いんで洗います。でもこっちよりは汚くないと思いますね。これ台所に敷いてるから結構油汚れとか食品系の汚れがついてたと思うんですけど、これベッドの脇に敷いてただけなのでそこまでひどくはないと思います。まず風呂にね少しこの、ラグが浸るくらいのぬるま湯をためます。そしたらだいたい洗濯用洗剤を3倍くらいかな入れて、よいしょ、踏むんですよ。こう踏み洗いですね。まんべんなく踏んでいくと、これね出るときめちゃくちゃ足に洗剤ついてて滑りやすいんで気をつけて出て、ほら結構
お湯の色が変わってると思います。これ汚れもあるし、この色落ちとかもね、これ多少してしまうと思うんで、それもあると思います。でもね、昨日のやつの方がひどかったです。まだこれマシなレベル。じゃあこれ一回、この水を流して、新しい水を入れて、で今度洗剤入れずに、もう一回踏み洗いします。すすぎの作業ですね。これは結構すすぎの作業でも結構水が汚くなるという。今もう一回洗剤入れて踏み洗いしました。だいぶ綺麗になりましたよね。今最終的に水のみで踏み洗いをしてという感じです。はい、ということで今、絞りました水を。こんな感じでね、こう丸めながら絞るような感じでやるといい感じに水が絞れます。あとはこうやって外に干しておきます。今日なんかもうめっちゃいいじゃないですか。日差し強くて気温も高くて、こういうの干すには良さげです。これでね、丸一日干しておくとしっかり乾きます。このまま一日放置。先日自転車を修理に出した遠山書道というものなんですけど、10日ほど前に修理があと1週間ほどかかるという電話をいただいたんですが、修理ってまだかかる感じですか？あ、そうです。わかりました。あ、じゃあ今日取りに行ってもいい感じですか？じゃあ夕方ぐらいにお伺いしようかと思います。じゃあ4時か5時くらいに。はい、失礼します。自転車の修理を出したのもいつだったかな、6月とかだった気がするんですよね。6月のもう初めか中旬か。だから1ヶ月くらいは自転車修理修理出してから経ってて、で先々週の週末の3連休の時の月曜日にあと1週間ぐらいっていう電話来て、そういえば1週間経ったけどどうなったのかなって電話してみたらちょうど今日終わるとこだったっていうことなんで、夕方取りに行こうと思います。自転車、そうなんだっけ、スポークがねもう何本も折れてて、それを修理に出すっていう出してきたんですけど、そのね地元で行ってた自転車屋さんで修理してもらった時になんかこうスポークがなんか全部違うところに入ってたらしいんですよ。本来入れなきゃいけない場所じゃないところにスポークが入ってて、それ直すのとか、あとその長さが合うスポーク見つけるのとかで結構ね時間がかかってるらしくて、だからもうそのねスポーク折れたとか以前にそもそもが間違ったやり方だったんだっていう感じで、修理出してよかったですよね。だからあれですよね、なんかその間違ったスポークの付け方だったから折れたっていうのもあるのかわかんないですけど、でも間違ったやり方だったっていうことはその可能性もあるかもしれないっていうことですよね。とにかく修理できて終わってよかったです。午後取りに行こうと思うんですけど、
どうしようかな。さすがにあそこまで歩いていくのはちょっとあれなんで、バスとか調べてちょうどいい時間になかったら頑張って歩いていくしかないですけど、今ねバス調べてみたんですけど、この上杉2丁目っていうところが多分その行く自転車屋さんの最寄りのバス停ですね。なんだっけ、あれ病院なんて言うんだっけ、大学病院あるじゃないですか。あそこのところですね。16時6分に近くのバス停出るバスがあるんで、ちょっとそれで行こうかと思います。いつも学校に行く時に乗るバスなんですけど、それを途中で降りるっていう感じですね。20分ぐらいです、所要時間は。うわ、暑い。32度。嘘でしょ。ちょっと53分って書いてあったんだけど、あと50分後。あれ、さっきの16時6分は何だったんだ。上杉2丁目というバス停で降りて、ここが最寄りらしいんで向かいます。まあでもね、言うてちょっと距離はあるみたいなんだけど歩きます。なんか1個前の停留所でもよかったかもな。結構戻ってる。よし、そうそう着きますね。さっきの停留所からだいたい徒歩10分ぐらいでしたね。ちょっと修理代多分手持ちないんで、そこのファミマでお金下ろしてから行きます。ではでは、もうあそこです。受け取ってきます。自転車ね、めちゃいい感じになってた。スポークとかもね、これねめちゃ大変だったらしいんですよ。このちょうどいい長さの見つけるの。でもしっかりスポークも直ってて、あとここね、なんかね、このスタンドのところのネジが1本なくなってたんで、これも、頼んだんですが、なんかネジ山がフレーム側のネジ山が潰れてたらしく、そのネジ山を作って入れてくれたみたいです。いや、すごいな。で、なんかこう最後に全体もしっかり拭き上げてくれて、結構ピカピカな状態。乗り心地もね、なんかもう新車同然。全然違う自転車乗ってるような、もはや自転車ではないんじゃないかっていうぐらい乗り心地が良くてびっくりしました。他にやっぱりね、スポークがなんかこう違うところに入ってたりとか、そういうことが不良箇所があったから、その他にも壊れてるとこないかとか、なんかこう全体的に点検してくれたらしいです。めちゃくちゃありがたい。一通り見てくれたみたいですね。他に変なとこがないか。めちゃベストな状態で、乗り心地がね全然違います本当に。